にちは、あかねです。近々マレーシアに3泊5日で行く予定なので、何を持っていくかご紹介しながら準備をしていきます。それではスタート。まずは手荷物をご紹介します。今回はこちらのリュックサックを持っていこうと思ってます。ポケットがたくさんついています。でナイロン製で汚れにくいし、多少の雨に濡れても大丈夫です。であと肩、このショルダーの部分がクッション素材になっているので、肩が痛くなりにくいのが特徴です。で私が一番気に入っているポイントは、ここサイドにポケットがあること。そしてこのポケット、この内側、この中とつながってないんです。でここにお財布とかを入れて、持ち歩きたいなと思ってます。荷物が多いので肩が凝るんですよね。だからリュックの方がその疲れとか考えると楽かなと思って、今回はリュックサックで行ってみます。でリュックサックだと貴重品とかよく使うものとかの出し入れが少々めんどくさいこともあるので、スマホポーチ持っていきます。その中にお財布とか携帯とか入れて、でポーチがついてるので、この中によく使うリップとか口紅とか入れていこうかなと思ってます。はい、それではリュックの中身ですね。まず貴重品、パスポート。はい、私はこのパスポートケースちょっと長めのものを使っています。でこのパスポートをすっぽり覆うタイプのパスポートカバーも売ってるんですけど、それだとゲートを通るときにいちいち外さなきゃいけなくて、それが面倒だなと思ったので、こういう風に出し入れが簡単なパスポートケースを使っています。でここが長めなので、搭乗券もここにすっぽり収まります。続いて財布です。財布は現地で使うお金用と日本のジャパニーズ円用を分けてます。このお財布はさっきご紹介したこちらのスマホポーチとおそろっていうかスマホポーチの付属品です。このねスマホポーチは大きい輪っかにこういうちっちゃいカラビナがついていて、このカラビナにこういう風につけることができます。こうやって持ち歩いてもいいし、ショルダーにして持ち歩いてもいいかなって思ってます。まあ財布はここにひっつけるか、さっきのリュックサックのポケットに入れるか、状況に合わせて使いたいなと思ってます。続いてハンカチですね。ウェットティッシュ。マレーシアに限らず海外は日本みたいに飲食店に入ったらおしぼりがあるとかいうのが少ないので、私はいつもウェットティッシュを持ち歩くようにしています。でハンドクリームです。エコバッグ、こちらはムーミンショップで購入した結構大きめサイズのエコバッグになります。でマチもついてるので結構たくさん入りますね。可愛いし。はい、続いてリップです。リップは3種類。こちら3の日焼け止め効果のあるリップスティック、3バランシングプロテクティブリップバーリップバー、 SPF が20で PA2+。やっぱマレーシアは常夏の国で紫外線も強いので、日焼け止め効果のあるものを持っていきます。でこちらはいつも使っているリップスティックで、こちらは、美容液タイプのリップですね。私は唇が乾燥しやすいので、こちら状況に合わせて使いたいと思ってます。はい、続いてアルコールジェルですね。消毒用の手とか指に使うアルコールジェルなんですけど、100均のケースに詰め替えていきます。はい、続いてこちらのポーチですね。こちらのポーチ、裏側はポケットティッシュ入れれるようになってます。でマレーシアはトイレットペーパーがないトイレもあるっていうのを聞いたので、ティッシュペーパーはお水に流せるタイプのものもいくつか持っていきたいと思ってます。でこれはすぐ使えるように持ち歩きのバッグの中に入れておきます。でこのポーチの中身は絆創膏、酔い止めと痛み止め、龍角散ダイレクト、化粧直し用にクレンジング綿棒を1本入れています。はい、続いてサングラスです。マレーシアは紫外線も強いんで、サングラスは必需品かなと思います。でサングラスをね街でかけてるとつけたり外したりするじゃないですか。これを外した時にどこにしまうか問題あると思うんですけど、ケースの中に入れてリュックに入れてもいいんですけど、取り出しが少々面倒くさいので、そういう時に私が使ってるのがこのディズニーで買ったカチューシャホルダーなんですが、これをね先ほどのスマホポーチにつけてこうやってしていけばいいんじゃないかなと思っております。はい、続いてゴミ袋。これはスリーピーで買ったゴミ袋とゴミ袋のケースが一緒になっているものです。こういう風にロール状のゴミ袋を入れることができて、でそこに小さな穴があるので、ここからゴミ袋をこうやって
引っ張って取り出すことができます。持ち歩きとかしてるとね、結構ゴミが出ると思うので、ゴミ袋はあったら便利かなと思ってます。はい、続いてモバイルバッテリーですね。こちらの iPhone 用のバッテリーとカメラ用のバッテリーも持っていきます。モバイルバッテリーはスーツケースの中に入れて預けることができないので、必ず手荷物として持っていきます。はい、あと腕時計ですね。そしてこちらのハンディファン、マレーシアの気温は今は寒気で気温は30度前後らしいです。日本の夏よりはそんなに暑くないのかなと思うんですが、ハンディファンってあったら便利だから持っていきます。こちらの鏡と櫛がセットになったものです。街歩きの時に使うのはこれくらいかなと思うんですけど、あとは飛行機の中で使うもの、巾着の中に入っているのはのど飴とか、もうちょっとハーブ系のすっきりするような飴とか、龍角散ののどすっきりタブレット。飛行機に乗ると結構耳が痛くなるので、必ず飴を舐めるようにしています。あと水分補給、それと気圧変動対応の耳栓があるんですけど、ちょっとなくしちゃって今手元にないんで、飛行機に乗る前に今度空港で買おうと思います。空港のドラッグストアとかに売ってますね。耳栓をして水分をなるべく多く取るようにして、あと飴を舐める。これで私はだいぶ耳の痛みが軽減できてます。続いてイヤホンですね。基本は私はこちらを使うタイプなんですが、充電が途中で切れたら嫌なので有線のものを持っていきたいと思います。あと折りたたみ傘持っていきます。マレーシアは今は寒気といえどスコールがね降ったりするっていうこともあるんで、折りたたみ傘持っていきます。ちなみにこれは日傘も兼用できるタイプのものです。はい、こちらのリュックの中身は以上です。続いてこちらの飛行機に持ち込む用の荷物です。私はね少々不安がありまして、荷物が多くなりがちです。飛行機の中でいかに快適に過ごせるか。そして今回夜羽田空港を出発して早朝にマレーシアに着く飛行機なんですが、マレーシアに朝着いてすぐにホテルにチェックインできるわけではないので、そのまま観光とかしたりするつもりなんですけど、一日ねその日を楽しむためには飛行機の中でいかに疲れをためないか、ちゃんと寝れるかっていうのが勝負だと思ってます。なのでこの中には、そういった便利なものたちがたくさん詰まってます。まずご紹介するのがネックピローですね。これ無印のものだったと思います、確か。これがあるとないとでだいぶこの首の疲れがね寝るとき違うので、私は海外旅行の時必ず持ってってます。で飛行機快適グッズでいうとこちらの腰用のクッションです。このサイズの巾着に入るように丸められるんですが、これをねここに空気入れがありまして、これをあっという間にこんなに膨らむんですね。でこれを座席のね後ろここに入れ込んで座ると腰がだいぶ楽なんです。でこれ空気を抜く時は先ほどのこの線を2つ外せばもうあっという間にこんなにちっちゃくなるんですよ。こうやって畳んで巾着の中に入れればこんなにコンパクトになるのですごい便利です。これおすすめします。はい、続いてこちらのフットレストです。飛行機のこの前のテーブルにこうやってかけて、ここに足を乗せるハンモックみたいなものです。着圧ソックス、飛行機に乗ったら着圧ソックスを履いて、靴下もなるべく締め付けがないものプラス飛行機の中って冷えるんで、こちらのまるでこたつ靴下を持っていこうと思ってます。現地では普通の靴下に履き替えます。はいはい、続いてですね、またむくみの話になるんですけど、むくむし、なるべく飛行機の中では私は靴を脱いでいたいので、飛行機に乗ったらこちらのサンダルに履き替えたいと思います。これはビルケンストックのアリゾナっていうシリーズのものですね。でスポッと履けるタイプのものなので、脱ぎ着がしやすい、脱ぎ着履いたり脱いだりとかは履いたり脱いだりとかがしやすいものです。これはタウンユースもできる、街歩きもできるようなスリッパなので、向こうで現地で使ってもいいし、あとはホテルの中でも使いたいと思ってます。ホテルの中でスリッパがあるかどうかって分かんないんですけど、海外だとないところも多いので、このスリッパを持って行って、状況に応じて現地でも使おうと思ってます。はい、続いてこちらエチケットグッズ
液のものが入ってます。はい、まずは乾燥対策のマスクです。マスクは機内の中で落としたりとか、ご飯を食べた後は変えたいとかあるかもしれないので2枚入れてます。メグリズムの蒸気でアイマスクですね。飛行機ね、私なかなか寝れないんですよ。寝れないんで、ちょっとでも疲れが溜まりにくいようにすることを心がけてます。で、あとはティッシュ、ウェットティッシュの予備で、あとこちらデリケートゾーン専用のウェットティッシュ。なるべく外のトイレのウォシュレットを使いたくないし、マレーシアにウォシュレットがあるかどうかわかんないんですけど、なのでこのトイレに流せるタイプのデリケートゾーン用のウェットティッシュを持ってってます。はい、続いて歯ブラシセット。歯ブラシセットは普通の歯ブラシと歯磨き粉と折りたたみのコップとフロスとお口ミントを入れてます。続いてお菓子セットです。お菓子セットは別になくてもいいんですけど、今回飛行機に乗る前にご飯を食べていきます。で、飛行機の中は、機内食がないので、マレーシアまで6時間7時間といえど、飛行機に乗ってるとお腹が空くし、寝れない時のためにこのお菓子を食べながら映画でも見ようかなと思ってます。はい、続いてこちらの液体物ですね。国際線の飛行機に乗るときは液体物は 100ml 以下の容器に入れて、こういうジップバッグに入れるっていう規定があるので、日焼け止めとか化粧水とか、あとはオイルとかクリームも確か入るのかな、歯磨き粉とかもその分類に入ると思います。そういうものはこちらに入れて飛行機の中に持ち込みます。で、この中身はというと、ドライアイ用の目薬とニベアのクリーム、これはエレクシールのフェイスミスト、ツヤ玉ミストですね。乾燥対策です。で、あとは現地に着いてすぐ使いたい日焼け止めミスト、ビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトミストっていうものです。これは顔にも体も、確か髪にも使えたと思います。あと日焼け止めはもう1個持ってってます。ビオレの UV アクアタッチウォータリーホールドクリーム、テスターを使ったんですけど、すごい馴染みが良くって日焼け止めのカピカピ感がなかったので、こちらを今回持っていきます。あとネイルオイル、乾燥対策のホホバオイル、無印のホホバオイルを100均で買った容器に詰め替えてます。リップクリーム、あとはこちらはクレンジングウォーター、拭き取り用のクレンジングですね。これを小分けの容器に入れています。マレーシアに着いてすぐに観光とか遊びに出かけるので、顔をね多分洗えないと思うんですよ。洗えない時のためにこちらを洗顔代わりに使いたいと思ってます。で、あとは試供品だったヘアオイルですね。で、こちらナリンのロールオンタイプのハーブオイルです。これはね本当に飛行機に乗るときはマジで必需品。持ち物紹介の動画で何回も言ってるんですけど、本当にこれがあるとないとじゃリラックス度が違くて、ハーブのオイルなのですごいスーッとする匂いがするんですね。肩こりとか片頭痛の時にこの辺とかにね塗ったり、こめかみに塗ったりするとすっごいリラックスできて、私は片頭痛はこれ軽減されるんですよ。雨が降る前とか頭が痛くなりやすいんですけど、これを塗ると本当にそれが楽になって、もうこれは手放せないアイテムで何本もリピートしています。この中は以上ですね。はい、続いてこちらのポーチの中には拭き取り化粧水を使いたい時のためのコットン、クレンジングタオル、使い捨ての顔を拭く用のタオルです。それとあとこちらミニカッサみたいなものを持っていきます。ミニカッサみたいなものっていうかミニカッサなんですけど、ここがカッサになってて、こういう風にマッサージできたり、ここはね櫛なんで頭もマッサージすることができます。気持ちいい。これが軽いし薄いし持ち運ぶにはすっごくいいです。飛行機の中でなるべくむくみをためないためにもこういう風にマッサージしたり足をマッサージしたりしたいなと思っております。続いてこちらフレックスフラップっていうものなんですけど、スマホスタンドになるやつこういう風に自由自在に形が変えられるんですね。飛行機の座席の前に例えばこういう風に引っ掛けてスマホをこうやって置いて映画を見れるとか、あとはこういう風にしてスタンド代わりにもなるし、薄くてちっちゃいので全然かさばらない、すごい便利だと思います。機内で読む用の本です。はい、こちらのバッグの中身は以上です。続いてスーツケースの中身をご紹介します。はい、まず着替えたち、
着替えたちはこちらのケースに入れております。マレーシアは今回暑いので夏服を持ってきてます。こういう風に着るセットごとにこういうバンドでまとめてます。このバンドはマジックテープでこうやって留めれるやつなんですけど、100均とかに売ってますね。これを着るボトムとトップス、あとハンカチ、靴下、あと羽織用のものを1日ごとにまとめてこの中に入れてます。でこれで現地についてあれどこだっけこれどこだっけってならなくていいし、なんか一個一個これは靴下とかこっちには上着とかってまとめてると取り出すのがすごい面倒なんで、私は1日ごとまとめてこちらの大きな衣装ケースみたいなやつに入れてます。あとはパジャマも持っていきます。パジャマはやっぱりね、自分の着慣れてるやつとかがね心地よくてちゃんと眠れると思うので、自分のパジャマも毎回旅行には持っていきます。はい、こちらは下着類ですね。でこの中に洗濯ネットを2枚入れています。今何も入ってないんですけど、これは向こうでその日着たものをこの中に入れて持って帰りたいと思います。帰ってきた後にこのまんま洗濯機にポンって入れられるので洗濯ネットを持って行ってます。はい、でこの中には帽子、キャップが1個とフェイスタオルが1個入ってます。自分のタオルがあるとなんか落ち着くというか、落ち着くので私は毎回タオルは1枚持ってってます。続いてこちら紙皿と割り箸とか、あとプラスチックの使い捨てのスプーンとかを持ってってます。なぜかっていうと、コンビニとかテイクアウトとかして部屋で食べる時用のためにこれを持ってきます。でしかも今回行く時期がちょうどイスラム教のラマダンの時期に丸かぶりなんですね。でラマダンっていうのはイスラム教徒のムスリムの方たちの断食をする期間になるので、基本的にイスラム系の飲食店は昼間はやってないらしいんです。で今回レストランにも行けたら行きたいんですけど、テイクアウトとかもして部屋で食べることにもなりそうだなと思ってこちらのセットを持っていきます。はい、続いて衣類用の圧縮袋です。現地で荷物が増えた時に衣類とかをまとめれば、多少スペースが空くかなと思って持っていきます。はい、続いてこちら、これ確か無印だったと思うんですけど、折りたためるバッグ、こういうようなバッグでございます。でここにスーツケースの取っ手をつけることができて、お土産とか増えたらこの中に入れて飛行機に預けたいなと思ってます。はい、それとエコバッグ。エコバッグは何個あってもいいよねっていうことでもう1個持っていきます。はい、続いてサングラス。サングラス先ほど手荷物で紹介したんですけど、サングラス結構好きで日によって気分で変えたいっていうのがあるんで、もう1個サングラス持っていきます。メガネ類はこういうハードケースに入れていくとスーツケースの中に入れても壊れないので、ハードケースの中に入れて持っていきます。そして箱ティッシュ。海外旅行に行く時私は必ず1箱持って行ってます。ホテルについていることもあればついてないホテルもありますし、日本のティッシュってやっぱりクオリティが高いんですよ。で鼻噛んだりとかちょっと顔を拭いたりとかする時にやっぱり日本のティッシュがいいんで1箱持っていきます。こちらポケットティッシュとウェットティッシュの予備ですね。先ほど言ったようにマレーシアはティッシュがトイレにないこともあるらしいので、今回ちょっと多めですね。3泊5日なんですけど、1日に2袋使うぐらいの計算で持ってってます。はい、続いてマスクとメグリズムのアイマスクですね。これはホテルで使うようにアイマスクは多めに持っていきます。はい、続いてお薬の中身はパンシロン、胃腸薬と風邪薬、龍角散ダイレクト5個ぐらいと痛み止め、のど飴、普段飲んでるお薬ですね。あと酔い止め、コスメ、化粧品とメイクブラシと鏡。この中にはヘアブラシ、いつも使っているものが2つ入っております。こちらは濡れた髪に使う用のティングルティーザーだっけ、タングルティーザーだっけ、なんかそんな名前のやつです。でこれは乾いた髪用のものですね。はい、こちらはスキンケア類が入っております。このポーチね、スリーピーで500円ぐらいでこういう吊り下げられるやつ、こういうの欲しかったんで500円で買えるのはいいなと思って1個買いました。でこの中は結構容量が入りまして、ヘアクリーム、ヘアクリームと言いながらも髪とか体とハンドにも使えるヘアクリームですね。これ私は髪用に使っています。
これはねスタイリングする時用に使ってます。ミニクレンジングタオル、使い捨ての洗顔タオル、泡立てネット、ハンドソープ、こういう液体系は漏れてもいいようにいちいちジップロックに入れてます。綿棒、コットン、ホホバオイル、無印のホホバオイル、シートマスク。シートマスクはこういう個包装タイプのものを持っていくようにしています。5枚とか7枚とか入って1袋になったチャック付きのものがあると思うんですけど、あれは必ず漏れます。なんで飛行機持っていく時はこういうタイプのものが便利です。はい、あとはこちらはスキンケア類ですね。100均とか無印で買った小分けの容器に入れて持ってってます。クレンジング、洗顔、化粧水、乳液、美容液、シャンプー、トリートメント、ボディーソープ、ヘアオイル。はい、続いてこちらのポーチの中にボディケアグッズ的なものが入ってます。虫除けスプレーと苔むひ。マレーシアはねなんか蚊が多いらしいっていうのを見たんで、その蚊も結構強烈な蚊だったりするらしいので、虫除けと無比を持っていきます。こちらのポーチの中は白の香水が入ってます。こういうちっちゃいタイプの香水なんで持ち歩きにすごい便利です。で携帯用のリセッシュ、あとニベアのボディクリーム。これはユースキンを詰め替えたものです。無印のクリームケースに詰め替えてます。でこちら今回初めて買ってみたんですけど、マークス&ウェブのインドアハーバルスプレー。香りはヒノキとユーカリのものです。これルームスプレーですね。ホテルにシュッシュってやったり、枕にシュッシュってやったりして癒されたいと思ってます。はい、続いてお茶、ティーバッグ各種。中身はほうじ茶、緑茶、ハーブティー、あとルイボスティー。私はお茶が大好きなのでティーバッグをいろんな種類持っていくことが多いです。青汁が入ってます。食生活がどうしてもね偏っちゃうので、青汁は旅行の時は毎回持ってってるかな。こういう小分けのポーチに入れる時に中身が見えるジップバッグとかに入れて持っていくと何が入ってるかっていうのが一目瞭然なので、こういうジップタイプのビニール袋に入れて持ってってます。続いてお菓子の予備軍ですね。はい、続いてアクセサリー。このケースはね無印のものです。続いてこちら筋膜リリースのコンパクトバージョン。こういう風にね足とかマッサージできるやつ。こちらはカメラケアセット、予備のメモリーカードだったりカメラのクリーニングセットだったりが入ってます。こちらがガジェット系っていうの、ガジェット系っていうんですかね。延長コードとあとコンセント、ホテルのねコンセントは数が限られているし、使いたい場所で使えないことも多いんですが、例えば夜寝てる間に私は iPhone を充電したいんですけど枕元に置いてたいんですよ。でも枕元にコンセントがない場合もあるので延長コードを持っていってます。こういう日本のコンセントを使う時にはマレーシアではもうコンセントの形状が違うので変換器、これを持ってってます。これは自分で形を何通りかにも変えられるんですよね。だからこれ1個あればこのタイプになるものです。はい、続いて充電ケーブルですね。 iPhone とあとカメラ用のケーブルがあります。でこれは Amazon かなんかで買ったんですけど、急速充電ができるやつですね。タイプ C が2つ付くタイプなので、1個あったら便利かなと思います。スーツケースの計量器。飛行機にスーツケースを預けるときに重量制限があるので、飛行機に乗る前に測って超えないように荷物を整理したいと思います。以上が私のスーツケースの中身です。はい、いかがでしたでしょうか。飛行機の中でも現地でも自分がいかに心地よく過ごせるかっていうのを考えて私は荷物を準備しています。参考になったなとかいいなと思ったらぜひ高評価やチャンネル登録してくださると嬉しいです。でマレーシアの方でも Vlog を撮ろうと思ってるので、ぜひチャンネル登録して次の Vlog をお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。またねー。